年を取ると、人は醜くなるのではない。自分の醜さに気づけなくなるのだ。周囲から静かに嫌われ、孤独に沈む人には、ある恐ろしい共通点がある。多くの人間が、定年後に急激に輝きを失い、傲慢という名の下品さに染まっていく姿を、本人は品格ある老後を送っているつもりなのだ。そう信じ込んでいる。だが、現実は残酷だ。品格を気取ったあなたの言葉は、周囲には老害の悲鳴にしか聞こえていない。怒りが湧いたか。ならば、まだ救いがある。本当に手遅れな人間は、この言葉すら他人事として笑い飛ばすからだ。あなたは大丈夫だろうか。まずは、自分の胸に手を当てて考えてほしい。なぜ、人は年を重ねるトゲ品になってしまうのか。それは心理学、そして脳科学の観点から見れば明白だ。人間の脳は、加齢とともに前頭葉から萎縮していく。前頭葉は、感情をコントロールし、理性を司る場所だ。つまり、年を取ると我慢ができなくなる。抑え込んでいた承認欲求や支配欲、優越感が、むき出しになって表に出てくるのだ。特に人生後半を迎えた中高年は、強烈な老いへの恐怖と孤独への不安を抱えている。会社という肩書きを失い、自己肯定感が底をつく。すると、脳は自分を守るために防衛本能を働かせる。私はまだ価値がある人間だ、お前たちより偉いんだと、周囲に証明したくてたまらなくなる。これが、他者への攻撃性や、上から目線の説教へとつながる。自尊心が傷つくのを恐れるあまり、劣等感と羞恥心が肥大化し、逆に傲慢な態度をとってしまう上、本人は人生の教訓を教えてやっているという大義名分を持っている。だから立ちが悪い。あなたのそのアドバイス、本当に相手のためを思っていったものか。それとも、自分の優越感を満たすためか。今のあなたの心の持ち方は、本当に濁っていないと言い切れるか。具体的な場面を想像してみてほしい。例えば、定年後の夫婦関係だ。家の中で、妻に対して現役時代の部下のように接していないか。おい、あれはどこだ、早くしろ。本人は威厳ある夫のつもりかもしれない。だが、それはただの甘えであり、下品気はまりない支配欲だ。妻はすでに、あなたとの終わり活を、あるいは静かな離婚を計画しているかもしれない。あるいは、久しぶりの同窓会。昔の役職や、今の資産、子供の学歴を、それとなく自慢げに話していないか。相手の話を遮り、俺の若い頃は飛ぶ幽電を始めていないか。周りは愛想笑いをしている。だが、心の中ではまた始まったと冷めきっている。子供や孫との会話もそうだ。LINE のやりとりで、相手の都合も考えずに長文のお説教や時事批評を送りつけてはいないか。地域コミュニティにで向いても、元大手企業の部長というプライドが捨てられず、若い世代のやり方に口を出す。本人は良かれと思ってやっている。そこが一番恐ろしい。本人だけが気づいていないという構図こそが、最大の悲劇だ。周囲の人間関係が少しずつ、しかし確実に薄くなっていると感じてはいないか。それを年を取ったから仕方のないことと片付けていないか。それは大きな間違いだ。あなたの下品な振る舞いが人を遠ざけているのだ。論語の中で孔子はこう言った。
70にして心の欲するところに従って、範を越えず、年を重ねた人間は、自分の欲望のままにどうしても、決して人の道から外れないという意味だ。だが、これは勝手にそうなるのではない。それまでの人生で、徹底的に己を律し、内省を繰り返してきたからこそ到達できる境地だ。禅の言葉に却下証拠というものがある。他人の批判をする前に、まず自分の足元を見つめよ、という意味だ。品格のある老人とは、自分の知識をひけらかすものではない。自分の無知を知り、常に静かに佇むことができるものだ。武士道においても、最も重んじられたのは国旗、つまり自己の感情や欲望に打ち勝つことだった。年をとって前頭葉が衰えようとも、この国旗の精神があれば、下品な言葉を他人にぶつけることはない。本当の品格とは、言葉数の少なさに宿る。自分の正しさを証明しようと必死になっている姿は、それだけで浅ましい。おいてなお、周囲から慕われ、真の幸福を手に入れている人は、皆一様に静かだ。彼らは、自分のプライドを満たすために他人を利用しない。君の放つ言葉は、誰かを支配しようとしていないか。言葉で自分を大きく見せようとしてはいないか。では、私たちはどうすればいいのか。人生後半を豊かにし、認知症のような脳の老化に抗うためにも、今すぐ習慣を変えるのだ。実践すべき行動は、驚くほどシンプルだ。第一の知恵まず、黙る。何かが言いたくなったとき、アドバイスをしたくなったとき、まず5秒間、口を閉じろ。その言葉は、本当に相手が必要としているものか。それとも、あなたの承認欲求を満たすためのものか。沈黙は、雄弁よりもはるかに多くの品格を物語る。まず黙るのだ。第二の知恵相手を観察する。自分の話をするのをやめ、目の前の相手をじっくりと観察せよ。相手が何を求め、何に苦しんでいるのか。あなたの現役時代の自慢話など、誰も興味はない。相手の言葉に耳を傾け、その存在を丸ごと受け入れる。その姿勢こそが、大人の包容力だ。第三の知恵感謝を短い言葉で伝える。ありがとうという言葉を、照れずに、しかし大げさでなく、ぼそりとつぶやくように伝えろ。家族に対しても、店員に対してもだ。長く語る必要はない。短い言葉だからこそ、本心が伝わる。感謝は、あなたの擦り切れた自己肯定感を、内側から満たしてくれる最高の特効薬だ。変わることに、年齢は関係ない。過去の栄光にしがみつき、周囲をコントロールしようとする生き方は、今日で終わりにしよう。老いることは、衰えることではない。余計なものをそぎ落とし、本当に大切なものだけを残していくプロセスだ。これからのあなたの時間は、誰かを支配するためではなく、自分自身を完成させるためにある。静かで、深く、誰もがその旗にいたいと願うような、本物の品格を身につけてほしい。あなたの老後が、下品な悲鳴ではなく、静かな微笑みに満ちたものになることを、私は心から願っている。最後にもう一度、この言葉を送る。品格を気取ったあなたの言葉は、周囲には老害の悲鳴にしか聞こえていない。あなたは、今日からどう生きるか、